されどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日も料理をサクッと作っていくんで、最後までどうぞお付き合いください。はい、ということでキャベツのステーキホイコーロー風を作っていきます。皆さんよくご存知ホイコーローです。作り方はそんなに普通のホイコーローと変わらないんですけど、今回は味がキャベツのソースになっているような、そんな感じです。主役はもう思いっきりキャベツに全振りです。普段自分が食べてるホイコーローがですね、だいたい感覚としてお肉とキャベツ1対1、もしくはちょっとお肉の方が多く感じるかなぐらいなんですけど、もうキャベツ全開ですから、ヘルシーですよ。まずキャベツはしっかりと食べ応えがある大きさにカットします。今回は半分にした2分の1玉、それをさらに4等分にカットしましたけど、よりダイナミックに食べたい方は2等分とかでも大丈夫です。それで、一旦水洗いですね。余計な汚れとか、そういった不純物を軽く洗い流しておきます。それでその間にホイコーローの味付けになるソースの材料をカットしていきます。ソースと言いますけど、割とちょっとゴロゴロした感じになるので、薬味のような、そんなイメージもあります。ニンニクはみじん切りにしておきましょう。なるべく細かくですね。その次は生姜もだいたい使うぐらいの大きさにカットして、ニンニクのようにみじん切りにしていくと作業しやすいと思います。すりおろしてもいいんですけど、個人的にはこの生姜のちょっとプチプチした食感が残るぐらいのみじん切りにカットするのが好きなんで、これもね、全然お好みによって変えてください。カロリーとしても今回のこの料理はだいぶ優秀だと思うんですよね。キャベツって1玉だいたい200キロカロリーぐらいだとして、1人当たり食べるのがそれの4分の1ぐらいだから50キロカロリーぐらいですかね、だいたいそれで。でキャベツって適度な炭水化物と豊富な食物繊維がありますから、栄養バランス的にもいいですね。タンパク質の部分は豚ひき肉で十分に取れるんで、より脂質を抑えたいっていう方は鶏肉のミンチとかに変えてもいいと思います。だからこれちょっと材料変えるだけでダイエット飯になるんじゃないかってちょっと興奮してます今。はい。キャベツは軽く塩をして味を乗せてからレンジで火を入れます。だいたい600ワットで5分ぐらいで火入ると思います。やっぱこの塩は大事ですね。味が乗るのはもちろん、ちょっとした野菜の青臭さ、それもマスキングされると思うんですよね。だから何もしない状態だとだいぶキャベツのレンジから出した時の香りが特徴的なんですけど、塩をしてると少しそれが軽減されるような気がします。それでこれレンジで火を入れるのがまたいい点がですね、キャベツが火が入って焼いていく時にほどけないんですよね。なので思う存分フライパンで綺麗な焼き色がつけられます。これはもう中火で大丈夫です。はい、こんな感じでね、扱いやすいんですよ。火が入ってくれてるおかげでいいですね。この焼いたキャベツの香り、最高に食欲そそりますよ。両面バッチリと焼き色がついたら一旦引き上げます。それでそのままですね、フライパン洗わないで使えるんで豚ひき肉を加えていきます。これもそうですね、火加減は特に変えないで中火のままで大丈夫です。このひき肉はだいたい半分ぐらいが茶色くなってくるぐらいを狙っていきましょう。でどうしても豚ひき肉ってかなりしっかりと脂が出てくるんで、紙で拭っておきます。その方がね、あんまりしつこい脂っこさがなくなっていいんですよね。ただ全く脂がないっていうのもまたちょっと違うんで、少し程よく残しておいてください。それでフライパンの端でニンニクと生姜合わせたものを炒めて香り出しします。少し炒まったらもう豚ひき肉と混ぜちゃって大丈夫です。このまま豚の脂でより香りをしっかりと際立たせていきます。それでここからは割と早くてですね、豆板醤とトーチ醤を加えます。
この2つもしっかりと加熱して香りを引き出しましょう。辛い香りが際立ってきたら甜麺醤、あと砂糖を1つまみ。ほんのり甘いニュアンスが欲しいんで砂糖を加えました。あとは紹興酒ですね。紹興酒のこの熟成感のあるアルコール感を足して、で水にちょっと戻しておいた唐辛子も加えます。お、辛い激烈カレー。あとはこれで少し水で調整します。鍋底にこびりついた旨味とかをこそげ落とす役割もあります。ソースはベースが出来上がったんでキャベツを戻して、このキャベツにソースをしっかりとかけて煮含ませていく流れです。軽く最後にごま油が最高です。先ほどの汁気が結構なくなってだいぶキャベツに味が浸透してきたと思うんで、盛り付けドレッシングに行きます。お好みでたっぷりと上からソースかけましょう。仕上げにも軽くごま油と黒胡椒。めちゃくちゃ辛いけどめちゃくちゃうまい。野菜だけとは思えない満足感がありますね。これめちゃくちゃ白米進むわ。いや、いいっすね。このキャベツ一玉一瞬で消えるレベルのこういう料理。やっぱちゃんと豚肉のうまみっていうのもこう絡まってるから食べ飽きさせないんでしょうね。豆板醤とか豆醤とか甜麺醤とかね、辛いベースのもの入ってるんで、唐辛子そのまま入れるのはお好みで全然判断してもらえればと思います。これからね、暑くなるにつれてバチッと効かせたいぜっていう人は入れましょう。かなり辛いっす。でもうまい。やべえ、うめえ、最高。というわけでキャベツステーキのホイコーロー風でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。